TRE ではこんなことができるという例を紹介したいと思います。はい、OK こうやってください。 OK カチャ。次、はい最後こう手つなぎしていいですか？哦， Thank you。 找到自己想要做的东西，让我身边的人都过得很好。只要够快乐，我觉得你就很成功。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到强者我朋友。今天来宾呢是日本 AV 界的朋友女优沙仓真菜。那沙仓真菜强在哪呢？首先 Mana-san 除了是日本知名的片商 SOD Creator 的当家王牌女优之外，还曾经在被号称为 AV 奥斯卡的成人广播奖当中，一共取得了女优奖、Flash 奖与新人女优奖，成为了史上最初的3冠王。甚至呢，她还是 AV 界的著名才女。她的原创小说《最低》，除了呢曾经在2016年拿下了日本畅销书排行榜的第1名之外，也被改编成了真人版电影之后，并入围了东京国际影展。Mana-san 是如何在 AV 界崭露头角？有什么样工作上面的秘辛可以分享给大家？又是如何走向作家之路的呢？今天就让我们一起跟 Mana-san 一起来聊聊吧。Mana-san 要先跟我们的观众打个招呼吗？はい、皆さんこんにちは。大家好、我是沙仓真菜。今すごいビッグな方の前で緊張してるんですけど、本日はどうぞよろしくお願いいたします。那今天除了我们以外呢，镜头外也还有企划洋洋会跟我们一起来聊聊。Hello， 大家好，我是洋洋。一开始我想问的是，可不可以介绍一下你当初为何会想要当 AV 的女优，以及当初是怎么样入行的呢？きっかけは私が中学生の頃に父親の AV を見てしまったんですよ。それですごいこんな世界があるんだなって衝撃を受けて、ずっと AV 女優になりたいなと思っていて、それで18歳になった時に今の事務所に応募しました。那日本的成人影片公司应该有很多，那当初是怎么样選擇要在 SOD 出道的呢？それは私が実は女優さんってメーカーを選べなくて、いろんなメーカーさんに面接に行くんですけど、そこからこうオファーがかかったところに、専属になったりするっていう経緯があって、それがたまたま SOD だったっていう感じでした。在开始拍片之后，就很快的就取得了多项的大奖嘛，而且持续的受到了大家的喜爱。你有什么能够脱颖而出这个关键可以分享给大家吗？いや、もうなんか自分で言うのすごい恥ずかしいんですけど、なんか AV だけだと知ってもらうきっかけが少ないなっていうのはある日思って、書き物だったり、なんかこう別のジャンルのことにこう手を出すというか、そういう形でなんか知ってもらうきっかけをいろいろと増やすようには努力しました。那我想要帮网友问一个问题，就是女优自己是能够选择想要或不要跟哪一个男优拍片的吗？指名はできるんですけど、あんまりこの男優さんがいい悪いって決めると、なんか女優さんとしても出れる作品の数が減ってしまうので、あんまり選べないことが多くて、ただ NG にするとかはできるんですけど、そんなに多くいる女優さんはなんていうか、女優さんの方が問題があるんじゃないかみたいに思われちゃうんで、あんま NG とかはできない感じです。都有听说过，就在 AV 业界有个都市传说，就是如果工作人员跟女优私底下有一些联络被发现的话，可能会被消失。这件事情是真的吗？消されることは多分ないと思うんですけど、いろんな大人たちから怒られると思います。なんか本当はそのプライベートと仕事はちゃんと分けてやるっていうのが暗黙のルールみたいになってるので、本当はダメだよみたいな、後からちょっとチクチク言われる感じだと思います。消されることはないかもしれないです。那男女優之間是可以当朋友的吗？友達、私はなりたいなと思うんですけど、でもあんまり親しすぎてもなんかそういう関係を疑われちゃったりすることもあるしっていうことで、結構みんななんか友達になるまではいかないかもしれないです。仲がいいまではあるけど、フレンドみたいなところまではあんまりいかない気がします。那可以分享一个你入行到现在觉得印象最深刻或最有趣的经验吗？一番印象に残ったのは、高齢者の方、80歳ぐらいの方とする作品で、なんか作品の最中になんか寝てしまったりとか、あとなんかつけてたカツラウィッグが落ちてきたりとかして、すごい楽しかったんですけど、すごい衝撃を受けたのを今でも覚えてます。中间还睡着，而且假发还掉下来。なんか私が下の体勢の時になんか落ちてきて、なんだろうって思って見たらカツラでした。
那这样睡着没有 NG 很多次吗？でもなんかみんな見守っててどうなるんだろうってこう見つめてて1時間ぐらいそのままなんだろう回しっぱなしにしてたんですけど、もうずっと寝てるから1回カットにしました。就是拍了1个小时哦，发现他都没有起来哦。哇，哇，这支持2次就业。優しいですね。那我还有一个很好奇的问题，就是在拍片的当下是有办法享受性爱的吗？还是我们看到了很多反应其实是透过表演出来的？でも半分半分くらいですごくこう体の相性のいい男優さんとかだとやっぱすごく気持ちいいし、あとはこうやっぱり AV ってこう作品なのでなんか台本もあってなんかこう次これをするとかなんていうかすごくセリフを言わなくちゃいけないとかそういうシーンの時はなんかそっちの方に頭がいっちゃってなんていうんだろう気持ちいいというよりかはこの作品を作りたいみたいな気持ちの方が強くなる時があったりとかだから気持ちよさは半々ぐらいだと思います。那还有一个很好奇的问题，就是有很多台湾的男生都觉得他们的生殖器尺寸要越大越好，女生才会舒服。如果以就是 Mana 讲的经验来看，他觉得这件事情真的有这么关键吗？私は結構大きすぎるのが苦手な方なんですけど、なんかこう日本でエコなおちんちんみたいななんて言ったらいいんだろう、なんかこう程よい大きさの方が私はしっくりくるので、なんか大きいからいいっていう感じでは私は全然ないと思います。这个不一定要放进去，但有点好奇，什么叫做刚刚好？どんな感じ？我那时候就是要到的时候还会去翻了一下，那个时候也要，也都有买。那如果有男生想要从这个 A 片当中学习做愛，你会给他们什么样的建议吗？でも AV を鵜呑みにしてしまうのはやっぱり危険かなっていうのがあって、AV ってやっぱこう結構こう見せるためのセックスなので普段するセックスとはちょっと違うなって私は感じていて、だからこう学ぶところがあるとすればなんかこう潮吹きとかなんかいろんな体とかそういうところじゃなくてどういうことをしたら女性が本当に喜んでくれるのかなっていうなんか愛部の部分とか前戯の部分とかはすごいこう参考にしてもいいかもしれないけど、でも全部はなんかやっぱりこう AV がやってるからプライベートでも同じことしようっていうのはなんかあんまり良くないかなって思います。那你觉得拍片跟日常的这个性爱有什么样最大的差异吗？でもやっぱりこうカメラがここにあるで撮られてるっていう意識が働いてる時のセックスとなんかこう誰にも見られてない時のセックスってやっぱ気持ちが一番違う気がしてて、なんか解放できる具合も違うし、あとなんかこうやっぱり撮影だと毎回知らない男優さんとか知らない人とすることも多いけどプライベートだと知ってる人じゃないですか。だからなんかこうやっぱり距離感もなんか何もかもが違う気がします。同じセックスでも。再来有听到一个情报是以前就是 Mana 讲有帮汽车公司写专栏，还会分享跟汽车相关的日常相处资讯，例如说可以在车上怎么调节两个人之间的气氛啊，那可以跟我们分享一些小技巧吗？いい雰囲気の作り方なんか私も知りたいなっていつも思ってて、でも何ですかね、なんか相手がやっぱり喜ぶことをしてあげたいって自分だったら思うから、例えばなんか好きな人の好きな曲のプレイリストを作っておいてそれを車の中で流してあげるとか、あとこういい雰囲気でもなんか私は安全運転してくれてる方がいい雰囲気が出る気がします。なんかちょっとこうカッコつけようとしていろいろこう片手でハンドル回したりとかするとちょっと冷めちゃうからちゃんと両手でハンドル握ってほしいなって思います。那另外还有一件事我觉得蛮有趣的，就是除了这个是 AV 女优身份之外，其实也有出版了一本书。当初是为什么会想要写作呢？最初はなんかずっとブログを書いてたんですけど、そのブログを書いてたのを見てくださった出版社の方からなんかエッセイとか書いてみないかって言っていただいてエッセイを書いてみたりで、そこからまた小説書きませんかって言われて小説書いたりといった形で、きっかけは本当に日々のブログでした。なんか毎日もう本当にたわいもないことをただ書いてただけのブログなんですけど、なんかすごいそれがそういうきっかけになって嬉しいなって思ってます。有想过就自己的小说会得到这么大的回响吗？もう全然思わなかったです。これで読んでくれる人いるのかなぐらいの感じで書いてたので結構こうびっくりでした。
因为像你的小说最低在台湾其实有翻译成中文版，然后可以跟大家介绍一下这个小说当中设计出来的4位女主角吗？これは全部 AV 女優に、まつわる4つですよねの連作短編なんですけど、ストーリーとしてはいろんなちょっと女性が出てきて、プロダクションの人と関係を持った女性とか AV 女優になった女性とか、もともと自分の母親が AV 女優だった人とか、なんかこうなんですかね、 AV に少しでも関わったことのある女性のお話になります。当初为什么会想要以这4个形象来设计角色呢？それは初めなんか最初の小説なので、AV にまつわる話を書きましょうっていうことがテーマとして据えられてて、で、そこからどういう人がいいかなって考えた時に、すごい AV 女優ってすごいなる人の数が多いと言われてて、結構街で通りすがる人とかも AV 女優だったりする可能性もあるよみたいな話とかが結構業界とかでも話題になってたりしてて、なんか身近に感じられる4人がいいなと思って選んでいったら、なんかその4人になったっていう感じでした。那有听说你这一次是要来宣传在台湾举办的成人展，可以帮我们示范一下，如果粉丝参加这个成人展可能会有什么样的福利吗？那现在我们就请志祺来帮我们示范一下，如果呢去参加成人展可能会有哪些小福利可以跟曼娜讲一起。はい、TRE ではこんなことができるという例を紹介したいと思います。まずは握手していいですか？ OK， 握手ができます。そしてツーショットもいいですか？第一个是什么？勾手哦，あそこですよ。はい、OK こうやってください。 OK， カチャ。別のハート？普通のハート。はい。ありがとうございます。次、はい最後こう手つなぎしていいですか？哦 Thank you。そしてサインを書いてます。哦，はい、こういう所以是每个粉丝都可能会拿到专属的签名吗？もらえますよね。もらいます。もらえます。再来，我想要问的是，因为其实日本的 A 片在海外盗版的问题很严重。那对于你们来说，会怎么看待这个盗版的问题呢？そうですね。やっぱりその海賊版が増えてしまうと、その日本のいろんな世界のAV 女優さんたちはやっぱり全然売り上げがAV で立てられなくなってくると、どんどん AV 女優さんが減ってく可能性が増えることにつながるなと思っていて、できれば海賊版があると見たくなってしまう気持ちもすごくわかるんですけど、なんか正規のプラットフォームから本当は見てもらえることが一番嬉しいなというか、 AV 女優さんの寿命もその分伸びるなって思います。那以你的观察来看，就是在日本大家对于 AV 女优的这个身份会有什么异样的眼光吗？在生活上面会不会遇到什么样的困扰？そうですね。やっぱりどうしても偏見っていうのは絶対あるなっていうのは感じることはあって、ただなんか日頃から指をさされて差別されるみたいなことは全くないんですけど、プライベートなことで言うと、例えばなんか家を借りたいとかなった時に契約書を書くその職業欄とかにやっぱり AV 女優っていうのは書けないというか、書くとやっぱり落とされやすかったりだとか、社会的地位はあんまりないなっていうのはすごい感じることは多いです。なんていうか職業欄を書くときみんなやっぱり本職を書けないっていうのは結構嘆きの声として聞くことは多いです。那在这份职业当中，觉得最辛苦跟最有成就感的时刻大概是什么时候啊？でもやっぱ撮影日が一番なんていうか楽しいけど辛くて、でも達成感があるっていうのがひとまとめにできる日だなっていうのを思っていて、なんですかね、なんか嫌な目に遭うとかしんどいとかそういうことはないんですけど、ただやっぱり作品を作るのってすごい時間も体力も労力もかけて行うことなので、なんかその日が一番そう思うかもしれないです。那最后想要问，就在未来有希望可以达到什么目标吗？或是最近有什么新的挑战或计划吗？はい、なんか本当にいろんなことを一通りやりたいことをやらせていただいて、 TRE も今年参加させていただいて、なんか毎年なんかやりきったなっていう感じがあるんですけど、もう今のところの目標は AV のリリースを欠かさず続けていくこと、その一点かなっていう感じがします。那最后还有什么想要跟我们自己机器的观众分享的吗？皆さんこんにちは、さくらまなです。来たる8月9日、10日、11日に
TRE 台北国際アダルト展を開催いたします。なんと私も初めての参加となります。よかったら皆様ぜひぜひ来てください。詳しくはこちら JK フェイスにていろいろと載ってますので、詳細お知りになりたい方はぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。会えるの楽しみにしてますよ。那今天非常感谢我们就是 Mana 讲的这个精彩的分享。那这集呢就先到这边，如果大家喜欢的话，也别忘了把影片分享出去，或者点这个地方看更多的相关影片。那今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜，拜拜。拜拜，ありがとうございます，谢谢，谢谢，谢谢。那么这一次也帮粉丝争取到了 TRE 2024台北国际成人展的优惠，现在使用我的折扣码小小77，或是点击资讯栏的链接，都可以用优惠价购买2024 TRE 的周边商品套票哦。